皆さんこんにちは、予想です。今回はバージョン 3.0 から追加された P5X の新要素について見ていこうと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまずマイパレスから見ていきましょう。マイパレスはペルソナ5ロイヤルをプレイした方にはおなじみ、自分で置物や風景などを自由にカスタマイズできるギャラリー空間です。劇中に登場したアイテムなどを好きな場所に配置して鑑賞したり、ここでしか聞けないキャラクター同士の会話を楽しめたりします。好きな BGM を選んで聴けたり、ギャラリーからお気に入りのイラストを選んで購入したりできるのも同様です。ペルソナ5ロイヤルと違う点は、これらのアイテムを購入するポイント P メダルの入手方法です。原作ではアワードを達成することによって手に入った P メダルですが、今作ではパレスのレベルに応じて P メダルが自動で溜まっていきます。溜まったメダルはこのようにして受け取り可能です。パレスのレベルはアイテムを入手したりストーリーを進めたりすることで勝手に増えていきます。またマイパレスには様々な仲間キャラクターが遊びに来ますが、招待する仲間を選んで配置することもできます。配置した仲間は徐々に信愛度が上がっていき、信愛度が上がることでも P メダルが獲得できたりします。さらにアイテムを入手することで仲間のステータスが少しだけ上がったりします。例えばバフォメットは戦闘中味方の火炎属性ダメージが 1% だけ上がるという能力がついていますね。他にも味方の HP が上がったり、毎日のスタミナ回復量が少しだけ増えたりするので、マイパレスを育てていくことで日々のプレイが少しだけ快適になっていきます。ペルソナ 5X に向けてロイヤルから少しだけアレンジされたマイパレスバージョン 3.0 で皆さんもぜひ楽しんでみてください。次にキャラクターの新たな強化コンテンツについてです。バージョン 3.0 ではキャラクターの強化コンテンツとして新たに新章というものが追加されています。新章の強化画面はこのようになっており、ポイントを消してキャラクターのステータスを強化することができます。外側の強化は HP と防御力、攻撃力になっていますが、内側の強化はより強力なものになっています。与えるダメージアップ、クリティカル率アップ、スキルのダメージアップ、そして基礎ステータスのアップですね。外周の強化はレベル1個分ですが、内側の強化はレベル5個。こちらの基礎ステータスの強化はレベル12まで上げることができます。強化内容はキャラクターによって異なり、それぞれキャラクターの強みを最大限強化するステータスが上がります。新章を強化するためのアイテムの入手方法ですが、こちらも新コンテンツの正版の試練で行います。正版の試練は難易度が高いバトルを一つ一つ攻略していくコンテンツです。正版の試練には13個のバトルがあり、挑戦回数は17回に限られています。一度でクリアできなかったノードには HP を引き継いでもう一度挑戦することができますが、キャラクターは1ヶ月に4回まで使用することしかできません。限られたキャラクターの使用回数をうまくやりくりしながら13個全てのノードを攻略し、強化ポイントを集めることを目指すのが正版の試練になっています。強化ポイントは正版の試練以外でも集めることができます。ベルベットの試練では攻略しているバトルの数に応じて毎日強化ポイントを獲得できます。そして心の海の試練、ランキングバトルを攻略することでも強化ポイントが獲得できますね。獲得できる強化ポイントの量はランキングが高ければ高いほど増えるようです。基本的には高難易度コンテンツをクリアしてポイントを貯めていくのですが、こちらの基礎ステータスを上げる部分、この鈴のようなアイテムですね、こちらだけは周回で手に入れることができます。周回画面の右の方にこの鈴のような部分が追加されていますね。こちらを周回することでキャラクターの基礎ステータスを強化することができますが、周回に使うスタミナの割にはキャラクターの強化量としては小さいので、まだキャラクターを強化できていない方は他のコンテンツを優先して周回してあげると良いでしょう。その他にも課金パックを購入することでも大量のポイントを手に入れることができます。課金を行わない場合は手に入れるポイントが限られているので、誰を強化するかは慎重に選んだ方がいいですね。基本的には好きなキャラクターを攻略してあげればいいと思いますが、戦闘を有利にしたいという方はアタッカーを優先してあげてあげるといいでしょう。アタッカーのステータスを上げると与えるダメージに直結するので、各コンテンツを攻略しやすくなります。それでは続いて新たに追加された掲示カードについて見ていきたいと思います。新たに追加された掲示カードは4種類。まずは左上の凱旋から見ていきましょう。凱旋は2つセットするとクリティカル率が 7.5% アップ、
4つセットすると追加攻撃のダメージが 40% アップします。空の刑事カードとの組み合わせはこちらも新たに追加された自由のカードです。自由のカードと一緒に装備するとペルソナスキルを使った時栄光というポイントを獲得して追加攻撃時に栄光を全て消費して消費した数だけ貫通が 8% アップします。こちらの刑事カードはバージョン 3.0 で追加された新キャラクターモンとフィギュアスケーター用ですね。追加攻撃を使うアタッカーには強力な装備ですが、既存の追加攻撃アタッカー V や通常モントにはすでに強力な刑事カードが存在しているためこちらに切り替える必要はないでしょう。続いて左下挫折です。挫折のセットは2つ装備すると効果命中が 15% アップ、4つ装備するとデバフ状態の敵に対する火炎属性ダメージが 20% アップします。空のカードの組み合わせはこちらも自由となっており、自由のカードと組み合わせると味方がデバフ状態の敵を攻撃するとき余ダメージが 8% アップするようになります。こちらは炎属性のデバフキャラ用の装備でバージョン 3.02 で追加される新キャラクター道玄坂ルナ用の装備になってます。炎属性のデバフキャラクターといえばキーが存在していますが、キーもすでに強力な装備を持っているのでこちらに切り替える必要はないでしょう。続いて1つ右上有料の刑事カードです。有料の刑事カードは2セット効果で SP 回復量が 80% アップ、4セット効果で戦闘開始時ハイライトゲージが 25% アップするようになります。空のカードは新しく追加された創造との組み合わせで、こちらは戦闘中自身の SP 回復が 100、150、200% の時クリティカルダメージが 15、30、45% アップします。こちらは SP 回復量が重要なアタッカー用装備だと思われるのですが、現状そんなキャラクターは存在していませんね。まだ見ぬ新キャラクター用の装備だと思います。そして最後に右下の刑事カード和解ですね。和解は2セット効果で速度が6アップ、4セット効果で戦闘中最大 HP 攻撃力防御力が 15% アップするようになります。空のカードとの組み合わせは同じく創造、こちらは戦闘開始時速度が最も低い味方の余ダメージを 12% アップするという効果がついています。和解のカードは戦闘中ステータスも上がりますし、メインアタッカーを速度が最も低く調整すれば無条件で余ダメージを 12% もアップさせることができるためかなり汎用性が高い装備セットです。現状最も相性がいいのは速度を上げることが重要なリンですね。リンには今まで噛み合う刑事カードがなかったのでこちらの刑事カードに切り替えてあげると良いでしょう。将来的に出てくる新たなサポーターにもこれを装備させてあげることがあるかもしれません。そして最後に新たな刑事カードではありませんが美徳に新たな効果が追加されています。もともと空のカードとの組み合わせは決心しかなかったのですが知恵が新たに追加されましたね。知恵の効果はハイライト使用時攻撃力が 30% アップ、余ダメージが 25% アップするというもので、こちらはハイライトが重要な祝福アタッカーと判明しているバイオレット用の装備だと思われます。それでは最後に各キャラクターに入ったアッパー調整について見ていきましょう。今回は17体のキャラクターに新たな調整が追加されています。まずはジョーカーですね。ジョーカーの調整内容がこちら。凸効果が全体的に少し強化されています。1凸効果は純粋な火力アップですが、3凸効果、6凸効果は条件が発動しやすくなるための調整ですね。扱いやすくなり火力がより上がったと思います。続いては V です。 V の強化内容がこちら。 V は追加攻撃を中心に火力がかなり上がりました。スキル3で味方を指定した際 V のクリティカル率だけではなく攻撃力も上がるようになり、同時に追加攻撃の発生確率も 35% から 45% にアップします。3凸効果では仲間の攻撃力も上げることができ、星5武器の火力もアップしたため全体的に大きな強化をもらったキャラクターでしょう。続いては水木智子。水木智子の強化内容はこちら。追加攻撃で与える敵へのデバフ量が 20% から 30% になり、1凸効果でもデバフ量が上がっています。星5武器でもデバフの量と回復量が上がっており、全体的にデバフの面が強化された印象ですね。水木智子はノワールやセピアのパーティーですでに強力だったためさらに強化が入った形になります。続いてリンの強化内容はこちら。リンの強化で重要なのはスキル2の追加効果ですね。スキル2は今まで敵を忘却状態にするだけでしたが、忘却の付与に成功したり敵がすでに精神異常状態だった場合は敵の被ダメージがアップする効果が追加されています。今までスキル2の単体攻撃は使うシチュエーションがほとんどなかったのでこちらに使う意味を加えた強化ですね。6凸効果では味方が与える呪音ダメージの量が 20% アップするという強力なバフをもらっているので
ジオンパのサポーターとしてはさらに強力になりました。その他にもスキル3、そして武器のバフ量が上がっています。続いてリドルはハイライトに大きな強化が入っています。リドルのハイライトは今まで好奇心というポイントを使って味方全体を強化していましたが、好奇心はリドルの他のスキルでも消費されているため、ハイライトを使った時に好奇心ポイントが存在していないという場面がありました。今回の調整では好奇心を獲得した時、ハイライト用の別のポイントが貯まるようになったので、ハイライトでの味方への強化を最大限使えるようになっています。その他にも武器の火力アップ量が上昇、また3突効果では今まで攻撃力のみ上げていたのをクリティカルダメージも上げられるようになりました。バフ役としてかなりのアッパー調整をもらったと思います。続いてパンサーの強化内容はこちら。スキル1の火力が少しだけ上がっただけですね。地味ですが嬉しい強化です。続いてスカルの強化内容はこちら。まず HP が低くなった際、与えるダメージのみアップしていたんですが、クリティカル率も上がるようになりました。スカルはスキル3の確定クリティカルを狙うため、とにかくクリティカルダメージのみ上げるキャラクターですが、少しクリティカルが出しやすくなりましたね。その他にもスキル2の感電確率上昇、スキル3の火力アップ、パッシブ能力で敵へのダメージが上がる条件が未満から以下に、3突では防御力の上昇、6突目ではやられてしまった時に一度だけ HP25% で復活するようになっています。さらに星5武器による火力アップ量も上昇と、最も多くの強化をもらったキャラクターと言えるでしょう。続いてモルガナはスキル1の火力がアップし、スキル1で敵を封装状態にできた場合はモルガナの自動回復に使うためのポイントを追加で獲得できるようになります。新しいモントと組み合わせたパーティーではスキル1を使う頻度が多いので、こちらは嬉しい強化です。またハイライトで味方を復活させることができるんですが、 HP1% から HP20% の状態で復活するようになります。こちらも嬉しいですね。星5キャラクターは以上で、ここからは星4キャラクターの強化です。まずはオキャンの強化内容はこちら。スキル1で味方に付与する効果命中の量が上がり、さらに1つ目で戦闘開始時に効果命中を 35% 上げられるようになりました。パッシブ能力で任意の味方が敵に元素以上を付与した際、元素以上を与えた味方の余ダメージが 15% アップするなど、オキャンの強みを伸ばした強化になっていますね。ナビキャラクターが増えてきてオキャンを使う機会が減っていたので、これは嬉しい調整です。効果命中や元素以上中心のパーティーで使ってあげたいですね。続いてユキの強化内容はこちら。スキル3で全体に付与するシールド量がアップし、さらにスキル2で味方にシールドを与えた際、味方が受けるダメージを一度だけ 20% 軽減する効果がついています。続いてレオンはスキル1の火力が上昇しています。ただレオンはバフキャラでスキル2とスキル3を中心に使っていくので、これは些細な強化ですね。続いて通常のモコは効果命中を上げる能力が追加されました。モコはスキル2で効果命中アップ、6突目も味方全体の効果命中をアップする効果が追加されています。水着モコを持ってない方は効果命中バッファーとして通常のモコを使うという選択肢が増えましたね。その他にもスキル1の火力アップ、味方が精神異常状態の敵に与えるダメージのバフ量上昇、武器効果で睡眠を付与する際に上がる効果命中がアップするなど手堅い強化をもらっています。続いてフルーレは星5武器効果でクリティカルダメージがアップするようになり、さらに1突効果でクリティカル率がアップするようになりました。新たなモントのパーティーで使用されているフルーレですが、クリティカル方面を中心にかなり強力な強化をもらったと思います。その他にもスキル1で風装を付与する確率が少しだけ上がっています。続いてクローザーは6突効果で感電状態の敵が受ける電撃ダメージが 15% から 20% にアップ、さらにクリティカルダメージも 20% アップするようになりました。星5武器の強化も今まで自分にしかかからなかったのが味方全体にかかるようになり、電撃サポーターとしてかなり強化されたと思います。ユイの強化と合わせてユイクローザーのパーティーが強力になりましたね。続いてノーマルモントは今まで追加攻撃を発動するための条件である表彰の所持数が無凸では10だったのが12に上がりました。今まで表彰を10個持った状態でしかスキル3のダメージアップは発動しなかったんですが、一度でも追加攻撃を発動していた場合はスキル3のダメージアップが使えるようになります。続いてルフェルはスキル1の燃焼ダメージ付与率が 75% から 100% になり、さらに相手が受ける治療効果の量が 30% ダウンするという効果が追加されました。治療効果ダウンはバージョン 3.02 で追加される新キャラクタールナが持っているものと同じで、かなり貴重な効果になっています。
一突効果では戦闘開始時 HP が最も高い敵に自動で燃焼効果を付与するようになるなど、燃焼方面での強化が入っています。スキル2、スキル3による HP 回復量も上昇、星5武器での味方へのバフ量も上昇と大きな強化が入ったキャラクターですね。そして最後にキーはスキル2の成果状態デバフが与えるダメージが上昇、パッシブ効果では火炎属性ダメージだけではなく燃焼ダメージの量もアップするようになります。単突効果と武器効果でも今まで火炎属性ダメージだけ上がっていた部分が燃焼や成果状態にもバフが乗るようになり、全体的に強化されましたね。パンサー、キャトルの強化と合わせて火炎属性パンもパワーアップしています。そして追加で新たなパレス攻略報酬としてワンダーの武器も追加されました。こちらの武器はまず他の武器と同様攻撃力が最大 56% アップ、さらにスキルを使う際3層の狩人の鼓動を獲得し、ワンダーが2回ダメージを与えるために追加で狩人の鼓動を獲得します。狩人の鼓動は5層まで貯めることができ、1層あるごとに与えるダメージが 6.6% アップ、さらに5層まで貯め切るとクリティカル率が 18% アップ、クリティカルダメージが 36% アップします。こちらはワンダーの多段ヒットアタッカー用の装備で義経用ですね。義経を使う際はこちらの武器を装備させてあげると良いでしょう。それとバージョン 3.0 でテクニカルが追加されるという話があったんですが、こちらは今まで元素異常状態の敵に対して追加ダメージを与えていたスキルがテクニカルという名前に変化し、演出が追加されただけでキャラクターの強化というわけではなかったようです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回紹介した内容以外にもバージョン 3.0 ではメインストーリーの更新、コープの追加など大きな追加要素が盛りだくさんです。新たに進化した P5X バージョン 3.0 を皆さんぜひ遊んでみてください。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。